皆さんこんにちは。旅行同好会メインヒロイン池袋マヤの双子の姉池袋マーナです。奴はとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です。今回はツイッターで書いているマヤちゃんとのやりとりを動画にさせていただきました。イエーイ。ネタがないとかじゃないよ。いやね、私の中の一言、東堂ひなたちゃんがツイッターに書いてあることの意味がわからない。で、私にお便りをくれました。記念すべき一人目のお便り、うれぴー。前回のお便り？あれはやらせです。ってなわけで、今回は窃盗罪についての解説を行います。窃盗罪がなんぞいねとピンときていない方は少ないんじゃないですかね。窃盗といえばスリとかひったくりとか万引きとかはテレビでよく特集されてますし、罪とかルパン生とか俗に怪盗と呼ばれている人たちの行為はこの罪名が適用されます。まあ他にも犯している罪はあるんですけどね。でも具体的にはどこまでが窃盗罪なのっていうのは意外に浸透してないんじゃないかな。ってわけでこの動画をきっかけに皆さんと一緒に勉強していきましょう。もしかしたら知らないうちに窃盗をしたりされたりってこともあるかもしれませんからね。まず窃盗罪がどんな犯罪かと言いますと、まずは条文を見ていきましょう。条文というのはいわゆるルールブックのようなものだと思っていただいて大丈夫です。刑法第235条、他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると書いてあります。刑法とは犯罪行為をまとめたルールブックのことですね。刑法に書いてある罪を犯した場合、逮捕となります。怖いですね。ではここからは条文内に記載されている用語について解説していきます。まずは他人。これは簡単ですね。自分じゃない人のことです。当然動物とかは含まれません。次に財物。これはちょっとだけ簡単です。人の財産。それは固体、液体、気体のすべての有体物。つまり形があるものを指します。ちなみに形のない無体物でも唯一電気だけは財物として認められた判例があります。昔は財物として認められなかったけど、今では財物として認められてるんですね。その法的根拠となるものが刑法第245条。この章の罪については電気は財物とみなすと記載があります。これまたちなみになんですが、財物には金銭的価値がなくてもいいんですよ。例えば100均で買った紙のお皿とか、それこそ恋人にもらったラブレターや子供が描いた似顔絵とかも財物になりますね。さて順調ですね。でもここからが厄介なところです。摂取という言葉、これがここで一番のくせ者なんです。摂取とは不法領得の意思を持って他人の占有物を自己の占有下に置くことです。ちんぷんかんぷんのパッパラピーポーですよね。でも法律用語にはよくあることなんですよね。難しい言葉の解説に難しい言葉を使う、意味不明のエンドレスマトリョーシカですね。でもせっかくマヤちゃんに教えてもらったから最後まで頑張るよ。まず不法領得の意思とは、1、権利者を排除して他人のものを自己の所有物として振る舞う。2、その経済的用法に従い利用または処分する。来ましたね。現在はマトリョーシカ第3層にあたります。一般の人ならこの階層から急激に地上に戻った場合、上昇負荷の影響でめまいや吐き気を引き起こすところですね。ここは簡単な例え話をしましょう。1については相手の許可なく勝手にその人のボールペンを盗んだ、そしてあたかも自分のものであるかのように振る舞った、それ誰の私のみたいな。2についてはそのボールペンの本来の使い方をした、字を書いたりとかですね。
なので捨てたり壊したり隠したりすることだけが目的の場合は直ちに不法領得の意思となるわけではありません。ですが、今安心したそこのあなた、これはあくまで直ちにってだけで、持ち主の占有排除が継続した場合は窃盗罪になりますので、いたずらで物を隠すならすぐにネタばらしをすることをおすすめします。ちなみになんですけど、隠したり壊したりしたらその場で刑法263条親書隠匿罪や刑法261条器物損壊罪などの犯罪に該当しますので、やっぱり人のものを勝手に持っていくのはおすすめできません。次に他人の占有物についてです。他人の財物といっても、初めからその人のもの、人から借りたものなど、ものにはいろんな持ち主がいます。それを法的な表現に直すと、所有と占有の2つの状態になります。堅苦しい表現を使えば、所有とは全体の支配、占有は事実上の支配。さっぱり意味がわかりませんね。私も最初はわかりませんでした。しかし、これを柔らかふにゃべーな言い方に直すと、所有は元々の持ち主、占有は現在取り扱っている人ってことになります。例えば、服を買うという行為は、私がお金と引き換えにお店の人から服の所有権を譲り受けたということになります。その服を私自身が着れば服の所有者であり、占有者でもあるんです。しかし、私が自分の服を友達に貸した場合、所有権ではなく一時的な占有権を与えたということになるので、所有者は私で、占有者が友達になります。ちなみに、占有とは実際に持っていることというわけではなく、支配している事実があれば事足ります。どういうことかと言いますと、映画館とかで足元に置いている、借りたものを自宅で保管しているなどは事実上その人が管理しているので、これも占有になります。では本題に戻りまして、他人の占有物とは現在取り扱っている人のことを指すので、仮に友達に貸した私の服が盗まれても被害者は友達であって私ではないんですよね。もっと言えば、友達に貸した私の服を私が友達の許可なく勝手に持ち帰った場合、友達が被害者で私が加害者となります。逮捕待ったなしです。怖っ。では簡単にまとめましょう。窃盗罪の条文、他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、とは他人の固体、液体、気体、電気を権利者を排除して他人のものを自己の所有物として振る舞い、そのものの本来の使い方として利用または処分するために相手の取り扱っている状態から自分が取り扱える状態に移すということなんですね。いやー、まどろっこしい。いやー、難しかったですね。では最後に窃盗罪に関する補足をやって終わりましょう。補足その1、まず窃盗罪は故意犯でなければなりません。故意犯とは、他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながら、それを容認して行為することを言います。要するに、悪いことだと分かっていて行われた犯罪行為ってことですね。今、って思いました？思いますよね。余談なんですけど、確信犯って言葉がありますよね。一般的にはそれが悪いことだと確信して行ったと思われていますが、実際にそれは故意犯です。確信犯の本当の意味は、正しいことだと思って行われた犯罪行為です。ここテストに出ませんからメモしないように。では続き。故意に他人の財物を摂取しないといけないので、同じものが間違って入れ替わってしまったなどの過失があった場合、窃盗罪にはなりません。補足その2、窃盗罪は未遂も処罰されます。未遂という言葉はよくテレビで聞いたりするんじゃないですかね。殺人未遂とか。未遂とは、
罪の実行への着手があったが完遂しなかった場合を言います。これもどういうことかと言いますと、実際に人のものを盗もうとしたけど実際には盗めなかったということです。ではどこからが着手なのか、事例を用いて説明しましょう。ひったくりならカバンや財布を触った時が着手、万引きも商品を手に取った時が着手ですね。スリの場合、財布があるポケットやカバンに手を入れた時が着手です。どれも盗もうと思ったものを触ったり探ったりする行為が着手になるんですね。ただちょっと特殊なのがあって、人の家に侵入して物を盗もうとした時です。実は物を盗む意思があって人の家に侵入しても窃盗の着手ではありません。この場合の着手時期はタンスなどの物色を始めた時です。なんだ、うちに入るだけなら窃盗罪じゃないのかと安心したあなた、秘宝です。正当な理由なく他人の住居に侵入した場合、刑法第130条住居侵入罪の既遂となります。お気をつけください。これまたちなみになんですけど、土蔵とか蔵ってありますよね。倉庫みたいなあれです。この場合着手時期っていつだと思いますか？蔵に侵入した時、物色を始めた時、財物を手にした時。シンキングタイム。正解は蔵に侵入した時点です。これがなんでかと言いますと、蔵っていうものは財物を保管するところですよね。つまり財布やタンスと同じ扱いなんですね。他にも車や自動車などはドア、窓、鍵を開けようとした時が着手になります。着手をした時点で未遂罪が適用されますので、窃盗を目論んでいる皆さん、着手をする前に思いとどまることをお勧めします。補足その3、違法性阻却事由についてです。違法性阻却事由とは、通常は法律上違法とされる行為についてその違法性を否定する理由を言います。これも意味わかりませんよね。ではまた例え話で解説します。例えばボクシングでは相手を殴りますよね。一般的には刑法208条の暴行罪にあたりますが、この行為はスポーツとしてなら認められます。また医師が手術など体にメスを入れる行為は刑法204条の傷害罪にあたりますが、これも医療行為ということで認められます。そんな感じで違法行為ではあるんですが、その違法性を否定するケースが窃盗罪にもあります。まず条文に記載されているものから解説します。刑法第244条親族相当例第1項、配偶者、直系血族または同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪またはこれらの罪の未遂罪を犯した者はその刑を免除する。第2項、前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は告訴がなければ控訴を提起することができない。第3項、前2項の規定は親族でない共犯については適用しない。うわはー、頭痛で頭が痛いし目がシュパシュパしますね。ではこれも砕かして説明します。第1項では結婚相手、両親や自分の子供、同居している兄弟、祖父母、孫との間で行われた窃盗はその罪を免除、つまりなかったことにされます。第2項では第1項以外の親族、別居しているいとこや祖父、祖母などの親族間での窃盗は訴えを起こさないと公的に処罰されません。第3項では加害者が複数人いてその共犯者に親族でない者がいた場合、第2項は適用されないとされています。簡単に言うと家族間での窃盗は罪にならないってことですね。
また盗んだ本人が親族でも盗んだものを親族でない別の人に渡した時、この特例は適用されません。例えば私が妹のまやちゃんのものを盗んでも窃盗罪は適用されません。しかし私がそのまやちゃんから盗んだものを友達などに渡した場合、窃盗罪が適用されます。その他の違法性阻却事由として判例にあるもので解説しますと、使用窃盗と言われるものが窃盗罪に当たらないとされる場合もあります。例えば他人の自転車を短時間借りて元の場所に戻しておく場合がこれに当たります。他にはコンビニに置き忘れた傘などを一時的に使った場合などです。これに関しては不法領得の意思が欠けている、つまり一時的に借りるという心理状態であり、自分のものにするという意識が欠けているとされる場合があるからです。しかしそれが長時間だったり別の場所に置いてきたり、占有者の使用の侵害が行われた場合、違法性阻却事由とはなりません。補足その4、これで最後ですね。その他の犯罪との関連について、補足2の時にもちょろっと話しましたが、他人の住居に侵入して窃盗行為に及んだ場合、窃盗罪と住居侵入罪の2つの犯罪を起こしたことになります。この場合、2つの罪がまとめてくるのかと思いきや、刑法第54条、家計上一罪。1個の行為が2個以上の罪名に触れ、または犯罪の手段もしくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断するというのにあたるのです。つまり窃盗という目的のための手段として行われた住居侵入は窃盗行為の一部とみなされ、罪の重たい方である窃盗罪のみを適用するのです。なんだ、窃盗のために2つの犯罪を起こしても罪の重たい方しか適用されないんだと安心したあなた、違法です。例えば窃盗のために相手を殴った場合、窃盗罪と暴行罪の2つの罪を犯すわけですが、この場合罪の重たい窃盗罪が適用されるのではなく、2つが合わさって刑法第236条の強盗罪となります。強盗だと罰金とかがなくなって懲役刑になってしまうんですね。怖い怖い。その他にも財物を自分に移す段階で相手を騙した場合は刑法第246条の詐欺罪、相手を脅した場合は刑法第249条の恐喝罪となります。あとは道端に落ちていて誰のものかわからないものを自分のものにした場合、刑法第254条遺失物等横領罪になってしまいます。いずれにしても人のものを盗んだり奪ったりすることは犯罪なんですね。皆さんも気をつけてください。以上、窃盗罪の解説でした。今回が初めての解説動画だったので、いろいろと不備とかあって聞きづらかったと思いますし、もしかしたら間違っている部分もあるかもしれません。そんな時はコメント欄などで指摘していただけると皆さんの理解も深まりますし、より良い動画ができると思います。窃盗罪はとても身近な犯罪ですし、いつ自分が被害者になってもおかしくありません。来ないに越したことはありませんが、予備知識として知っておいて損はないと思います。今後もこんな感じのお役立ち解説動画も作っていきたいと思いますので、ぜひぜひ応援していただけると嬉しいです。では最後にご視聴ありがとうございました。